どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人は、ぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい。今日は、鬼怒川温泉について話したいと思います。鬼怒川温泉は、栃木県の日光市にあるすごく有名な温泉なんですけど、僕も多分そうですね、大学の時だから約10年ぐらい前にも、行ったことがある温泉で、ね、最近ちょっと寒くなってきて、で、温泉にでもね、入ってゆっくりしたいなと思ったので、弾丸で、1泊2日、鬼怒川温泉に行ってきました。なので、今日はちょっとそのことについて、皆さんに話したいと思います。で、まずその日の一日の流れについて話したいと思います。まず朝起きて、多分そうですね、朝は9時とか10時頃なので結構遅めに起きました。で、その鬼怒川温泉の、ホテルのチェックインは、午後4時頃の予定だったので、結構朝はゆっくりしました。で、出発までかなり時間があるなと思ったので、とりあえず、バナナだけ食べて、ジムに行って軽く運動しました。やっぱりね、温泉に行くときは、多分旅館とかね、ホテルですごくたくさん食べることになると思うので、そういうときはね、ちょっとジムに行ったり、運動したりしてからたくさん食べると、なんか罪悪感が薄れるような気がします。どうですかね？皆さんも同じような感覚ありますかね？僕はそう思うんですけど、とりあえずジムに行って、軽く運動しました。で、その後家に戻って、シャワーを浴びて朝ごはんを食べました。朝ごはんはね、別に普段とそんなに変わらない感じで、冷凍庫に入れておいたご飯を温めて、それを納豆と一緒に食べました。なので、割といつも通りですね。で、その朝ごはんを食べ終わった後、旅行の準備をし始めました。旅行の準備といっても、一泊二日の弾丸の旅行なので、リュックに替えの下着とか、靴下とか、T シャツとか、1セットだけ入れて、で、もう本当に5分ぐらいで準備は終わっちゃいました。なのでこういう弾丸旅行って、準備もそんなに頑張ってしなくても簡単に行けるので、いいですよね。で、その後、もうそろそろ家を出る時間だったので、僕の最寄り駅に向かいました。電車に乗ってこの鬼怒川温泉に行ったんですけど、僕の最寄り駅から鬼怒川温泉駅まで約4時間ぐらいで、乗り換えは3回ぐらいしなきゃいけなかったんですよ。ちょっと遠いなとは思ったんですけど、僕は結構旅行の時とか電車に乗って電車の窓から外の景色を見るのが好きなので、長い時間電車に乗りましたけど、そんなに嫌だなとは思いませんでした。で、特に、僕が住んでいる神奈川県横浜市なんですけど、から鬼怒川温泉の栃木県に向かっていく道中、結構大きい町から田舎に行く道って景色が面白いと思うんですよ。なので東京とかすごい建物が高くてたくさんあって、で、進んでいくとどんどんそういう建物が見えなくなってきて、で、川が見えたりとか、山が見えたりとか、田んぼが見えたりして、この景色が変わっていくのが僕は面白いなと思って好きですね。どうですか？皆さんの中にも電車の旅行の時に外の景色を
楽しみよって人いますかね。で、まずはこの最寄り駅から、東京の北千住っていう駅に向かって、で、この北千住の駅から、特急スペーシアっていう特急電車があるんですけど、そこに、乗り換えて、で、鬼怒川温泉に、向かう予定でした。その予定だったんですけど、その北千住駅に着いてから、気がついたんですけど、この特急スペーシアっていう特急電車の、切符が売り切れてたんですよ。なので、次の電車を待たなきゃいけなかったんですね。行く前に事前に買っておけばよかったんですけど、多分そんなに混んでないだろうなと思って、事前に切符を買わなかったんですね。これはちょっと失敗したなと思いました。皆さんはね、こんな僕みたいな、初歩的なミスはしないと思うんですけど、やっぱりね、日本で旅行するときは、事前に買えるものはね、すべて買うようにしましょう。僕みたいにね、時間を無駄にすることになっちゃうので、事前に準備できるところは準備した方がいいと思います。これは当たり前なんですけどね。で、その次の特急電車まで、1時間ぐらい待たなきゃいけなかったんですね。なので、ちょっと時間を潰さないといけないなと思って、駅の中を歩いていたら、駅の中にお寿司屋さんがあったので、そこでちょっとお昼ご飯を食べました。時間的にもちょうどお昼の時間だったので、待たなきゃいけないのはちょっとめんどくさいなと思ったけど、逆に、ちょうどいいお昼ご飯の時間ができたかなと思います。で、その後お昼ご飯を食べて、特急に乗ったんですけど、この特急電車は、ちょっと普通の新幹線とかと違って、普通の席と個室の席、プライベートの席があったんですね。なのでプライベートの席は、4人ぐらいで、個室に座れるので、結構ね、家族とか友達と旅行するよって人は、いい席なんじゃないかなと思います。で、新幹線とか、こういう特急電車って、普通の電車とちょっと違って、お菓子を食べたりとか、お酒をちょっと飲んだりしてもいいんですね。で、僕はそういう新幹線とか、こういう特急電車に乗るときに、ちょっとだけね、お菓子を食べたりとか、ビールを飲んだりとか、お酒を飲んだりするのが、好きなんですよ。なので、この特急に乗った時も、電車の中で、ちょっとね、ビールを飲みながら、お菓子をつまんで、リラックスしていました。もちろんね、ベロベロに酔っ払うまでお酒を飲んだりとか、匂いが強すぎる食べ物を食べたりするのは、ちょっと周りに迷惑になるので、皆さんしないと思いますけど、新幹線とか乗るときには、その辺に気をつけてください。で、特急電車に1時間半ぐらい乗ったら、ようやくこの鬼怒川温泉駅に着きました。で、もう駅から出たら、もうすぐ目の前に山があって、すごい自然に囲まれていて、駅から出て、まず思ったのは、もうすごい綺麗だなって思いました。で、ホテルも結構駅から近くて、駅から歩いて10分ぐらいでした。で、ホテルに着くちょっと手前のところに、すごい大きい吊り橋があったんですね。橋ですね。なので、この山とホテルと川があって、その上を通る橋があって、で、面白そうだなと思ったので、ちょっと寄り道して、この吊り橋を、僕も渡ってみました。で、すごい綺麗だなと思ったんですけど、実際にこの橋の上を歩いてみると、結構高いんですよ。この下の川から橋まで結構距離があって、もうそうですね、多分何十メートルぐらい、あるぐらい高くて、で、この吊り橋も結構揺れるんですよ。なので、
結構怖かったですね。すごい景色はいいんですよ。山があって川があって、すごい景色はいいんですけど、結構揺れるので怖いなと思いました。でね、吊り橋を渡って少し歩くと、なんか山道があるんですね。で、この山道をちょっと登ると、神社もその後にあるんですよ。なので、そこでお参りもできるし、景色もいいし、すごくいいなと思いました。もし鬼怒川温泉にね、行く機会があったら皆さんもね、この吊り橋ぜひ、渡ってみてください。結構怖いかもしれません。でね、その吊り橋を渡って神社をちょっと見て、その後に、ホテルに行ってチェックインしました。で、このホテルには、鬼怒川温泉っていうぐらいですから、温泉があるんですね。なので、チェックインしてすぐ、早速、温泉に入りに行きました。で、温泉には、露天風呂があったんですね。露天風呂っていうのは、外にあるお風呂のことなんですけど、やっぱりね、寒い時期に入る露天風呂、これは最高だなと思いました。普通のお風呂だとね、室内がすごい暑くて、で、お風呂のお湯も熱くて、結構すぐのぼせちゃうんですよね。でも、やっぱり寒い時期の露天風呂っていうのは、外は寒いんですけど、お湯はあったかい。この温度の差がすごい気持ちいいなと思いましたね。もう本当に一生入っていられるぐらい、この温泉に一生使ってられるぐらい気持ちがいいなと思いました。で、温泉に入ってゆっくりしてたら気づいたらもう1時間ぐらい時間が経ってて、もうすぐ晩ご飯の時間になってました。なのでお風呂を出て、着替えて、その後は晩ご飯を食べに行きました。晩ご飯も美味しくて良かったんですけど、僕がいいなと思ったのは、そのご飯じゃなくて、晩ご飯のところに、クラフトビールの飲み放題があったんですよ。で、その飲み放題も、4種類ぐらいあるんでね、全部の種類1杯ずつ飲んで、美味しいなと思いました。ご飯ももちろん美味しかったんですけど、僕はね、ビールが好きなので、この、地元のクラフトビールも、楽しみました。でね、また晩ご飯食べた後、ちょっとゆっくりして、もう一回温泉に入りに来ました。結構寒かったんだね。やっぱりもう一回入りたいなと思って、また露天風呂を楽しみました。やっぱりね、温泉とかに入った後、すごい体がリラックスできるので、その日の夜はね、もう本当に、お酒をちょっと飲んだのもあるし、温泉でゆっくりしたので、本当に、ぐっすり眠れました。本当に泥のように眠れました。こんな感じでね、弾丸で鬼怒川温泉に行ってきたんですけど、本当にもう大満足でした。東京とかね、その近くに住んでる人、あとは関東周辺を旅行する予定がある人とかは、関東の中だったらそんなにね、遠くないと思うのでね、ぜひ一度機会があったら皆さんも鬼怒川温泉に行ってみてください。はい。ということで今日は鬼怒川温泉について話してみました。皆さんは温泉が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はぜひリンクに載っているパトロンのサイトをチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。